おはようございます。たかしです。本日は7月12日水曜日、ただいま8時4分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。しばらく休止してました FX テキストの販売を再開しました。7月いっぱいは1割引きで販売します。また8月から値上げをしますので、購入は今が断然お得です。詳細は概要欄をご覧ください。それでは冷やしから見ていきましょう。昨日冷やしは下髭の陰線となっております。その前の日もそんな感じですね。こんな感じ、ちょっと見にくいですね。こんな感じですね。今のところ連続陰線で下げてきております。で、今4本陰線、4日連続陰線なんですが、そろそろ一旦の陽線が出てもおかしくないなという話を昨日してたと思うんですけれども、この下髭見ていただきたいんですね。だんだんとこの髭が長くなってきてますよね。そしてこの下落の勢いが下がってきているのがわかりますかね。つまり実体部分が小さくなってきているというところで、本日あたりはそろそろ一旦の反発上昇っていうのを見ておいてもいいかもしれません。ただまだ GMMA 接触してませんし、ストキャスティクスももう少し下げる余地がありますので、今すぐ反発するのか、それとも本日一度下攻めしてからの上昇になってくるのかっていうところですね。ですので現在地から上昇していくのか、それとも本日もう一度下をトライしてからの上昇になるのかみたいな、そんな動きを想定しておくといいかもしれません。GMMA の青帯まではもう少し距離がある、ストキャスティクスももう少し下げる余地がある、MACD はかなり弱いというところで、今は一旦の反発をする可能性はありますが、もう一段下落してからの反発、現在地付近からの反発の両方を見ておく。そしてこのトレンドラインですね、この濃いオレンジのトレンドライン付近にも来てますので、やはり一旦反発を見ておくのがいいですね。その反発がこの直近高値の184円ぐらいを上抜けられるかどうかっていうところに注目です。では4時間足です。現在4時間足はこのオレンジのライン付近を目指して下落中と考えています。ここが4時間足の目線切り替えポイントと考えているんですが、180円ぐらいですね。そのあたりを目指して下落中。ただし、これは絶対ここまで下落してくるという意味ではありませんので、今のこの下落が続くのであれば、このターゲットっていうのがこのあたりになりますよっていう、そういう話です。現在は GMMA の青帯を明確に下抜けてきておりますので、もし上昇してきたとしても、この GMMAの青帯っていうのが次レジスタンスになりやすいと思いますので、その辺からの次の下落を見ておくのがいいですね。ただ現在は踊り場を迎えておりますので、この辺付近で今レンジというか踊り場ですよね。ですのでここからの次の下落で180円ぐらいまで下げてくるのか、それとも先ほど日足に引いてあったこの濃いオレンジのトレンドライン付近で反発していくのかっていうところを見ておく。GMMA は今収束して右下がりになってきてます。ただまだ収束してますので上抜けっていうことも考えられますので、4時間足単位での上昇を見るのであれば、まずはこの GMMA を上抜けてからの次の上昇を見ておくといいと思いますが、今は1時間足では下落トレンドを描いてますので、基本はこの下落トレンドに乗っていく。ただし、このトレンドラインも近いですし、日足のストキャスティクスも安値圏にありますので、そろそろ日足単位での上昇がいつ入ってくるかわからないところにあるっていうのは念頭に置いておくのがいいですね。では1時間足です。1時間足はこの黄色のボックスを下抜けてから一度ボックス付近まで上昇してきました。ただ GMMA の青帯付近で再び下落して現在は踊り場となっております。先日先出しで出していたのがこの金曜日の安値を下抜ければ一旦この辺りまで下落しますよっていうそんな先出しを投稿しておりました。ほぼほぼターゲットは達成しておりますので、ここからの上昇になるのかもう一段下落するのか。もう一段下落してくる場合は180円を目指しますので、昨日の安値を下抜けるなら180円ぐらいまでの下落を見ておいてもいいと思いますが、今下げ止まっている感じも受けますので、昨日の安値を下抜けてもヒゲで返されるみたいなことも考えられるので、そこは注意ですね。1時間足のストキャスティクスは綺麗な動きをしてませんので、ちょっと分かりにくくなってきてますので、下げ止まりの時っていうのはこういう動きを見せがちになってきますので、今トレンドをつけて下げてはきていますけれども、この高値ですね、昨日の高値を上抜ける、つまり1時間足の目線切り替えポイントが今ここに紫の点線が引いてますが、182円ぐらいなんですね。182円を明確に上抜けてくれば、1時間足の目線が上向きに変わってきます。
現在4時間足はまだ目線が上ですので、1時間足がトレンド転換をすれば大きく上昇する可能性がありますので、再びこの黄色のボックス内に戻ってくると思いますので、まずは1時間足のトレンドが変わるかどうかっていうところを見ておく。1時間足のトレンドが変わらないのであれば、この下落トレンドに乗っていく。下落のパターンはそんな感じ。上昇のイメージの場合は、1時間足のこの目線切り替えポイントの182円を明確に上抜けられるかどうかっていうところを注目しておくといいと思います。逆に言えば、182円を上抜けられないのであれば、もう一段安で180円ぐらいまで下がっていく可能性がありますので、その辺注目しておくといいですね。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップではトレードスキルを鍛えるための丁寧な解説動画を毎週更新しています。トレード上達のためには欠かせないスキルアップをご希望でしたらメンバーシップをご検討ください。また、環境認識が苦手、安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。プライム会員になれば日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容となっております。丁寧でわかりやすい解説には定評をいただいております。少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。2週間の無料期間がありますので、迷うならまずは2週間だけでもお試しください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。